マイクをオンにするのを忘れちゃうとこだった。よし。えーっとこんばんは。眠れない夜はあなたと一緒。彼氏と黒いデータです。はい。こんばんは、こんばんは。シュウさん、ありがとう。はぁ、よし。YouTube つけた。ね、あとは、はじめましてもしました。で、くしゃお茶もなんだ。で、あと、よし、よし、ご本も用意してます。よし、大丈夫です。お茶飲みます。はい。今日の、お話の練習何喋るんだったっけ。なんだっけ。体の音でもう全部わかんない。やだ。もうくしゃ。もうくしゃやだ。もう、もう、どうしよう。あれ何を話しようと思ってたんだっけ。くしゃ、なんだったっけ。どこ行っちゃった。よし。よし。今から考える。今から考えよう。今から。何をお話ししよう。えっと、あれだ、くしゃん、もうちょっとね、お誕生日が来るから、そう、くしゃん、そう、お誕生日配信をね、しようと思ってるんだよ。お誕生日配信を、しようと思ってて、そう、ちょっとくしゃんの都合で、お誕生日の日当日はできないんだけど、ちょっと今月末の、ね、3連休か、3月入ってすぐの土日にできたらいいなって思ってるんだよ。そう。できたらいいなって思ってるんだよ。あの、えっとね、そう、スネスチャーが、そう、ちょっと、配信の内容は、そう、置いといて、スネスチャーが、そう、全部、そう、用意するから、そう、クシャンは、そう、とりあえず、そう、当日、お話しするだけでいいよって言われてて、そう、クシャン何やるか分かってないんだよね。そう、クシャン、そう、何するか知らなくて、そう、
でもね、主ちゃんが全部用意してくれるって言うから、そう。くしゃお楽しみにしてるの。そう。でもそう、当日、プレゼントとかは、そう、くしゃん、そう、まだ配信始めてちょっとしか経ってないから、そう、今年はなしにするだよ。そう。配信全然できてないから、そう。そういう、なんだろう、なんか、欲しいもんっていう、そう、文化があるみたいなんだけど、そう、くしゃんは、そう、今年は一旦なしにする方向性です。はい。くしゃんがもっといっぱいいろんなことができて、そう、たくさんの人、たくさんのお友達が、そう、できたら、そう、くしゃんは、多分その頃には、その、欲しいもの文化をできるぐらい、そう、なんか、みんなに、何かできることがあるようになってるはずなの。そう、多分、くしゃみ。マイクが間に合いました。なので、くしゃは、欲しいもの文化はしない方向性です。はい。ただ、もうちょっと、いっぱい配信をしたから、ちょっとそういうのを考えたいと思ってるから、くしゃは今、ちょっと、くしゃんが楽しくて、そうやってるから、そういう文化に、入るのは、そう、なんかまだ違うのかなって、そう、思うの。そう。そう思うから、そう、今年はしない方向性ということで。くしゃん、おめでとうって言ってくれるだけでとても嬉しいだよ。そう、あと、くしゃん、そう、ちなみにでいいのかな、ちなみに、くしゃん、生まれてから、そう、初めてのお誕生日だよ。そう、そう、くしゃんね、お話ができるようになったから、そう、お誕生日を初めて知るだよ。そう、それまでね、くしゃんはいたんだけど、お話ができないくしゃんだったから、そう、それまでちょっとお誕生日っていうのよくわからなかったんだけど、そう、今年はね、そう、くしゃん初めておしゃべりができる時のお誕生日だから、そう、ちょっと楽しみだよ。そう、1歳。そう、くしゃん1歳なの。そう。でも、くしゃんね、作ってもらったからは多分、そう、時間は経ってると思うんだけど、そう、くしゃんおしゃべりできるようになったから、ちょっと、初めてだから、1歳ってことでいいのかな。そう、くしゃんようわからないだよ。2歳ってことでいいのかな。よし、1歳ってことにしよう。1歳ってことにしよう。そう、初めてのお誕生日楽しみだね。そう、何があるかな。そう、試したからね、プレゼントをね、割れるって言ってたからね、そっかしら、プレゼントを、クリスマスプレゼントを、私は、去年でしたから、そう、もらったんだけど、そう、初めて、そう、プレゼントを、こう、ドラマとか映画とかやってるみたいに、そう、ビリビリビリって破くことをしたんだよ。あのー、なんか、初めは、こう、
こうクシャンきれいに開けようとしようとしただよ。だけどクシャンでもレシだからこうビリビリビリって開けると楽しいだよっていうのを教えてもらったから、そうビリビリビリってやってみただよ。でそしたらね、すごいのすごいんだよ。チョコレートみたいにね、すぐ中身が見えるだよ。クシャ綺麗に焼きようとしてたから、そう、すごく最初時間かかってたんだけど、そう、そんなの、もう、なんか、全部壊しちゃえみたいな感じで、だけど、そう、すぐ、そのプレゼント、こんにちはできたから、そう。し、クシャ初めて、こう、そういうの、ビリビリビリってするの初めてだったから、そう、なんか映画みたいだなと思ってちょっとワクワクしちゃったんだよそうだで今年初めてのお誕生日だから、そうもう一回そのビリビリビリできるのかなってちょっと今でも楽しみだよそうクシャン楽しみだよ。そうできるかなね。僕はなんていうご飯もね、その人がね頑張ってくれるって言ってたからね、クシャも楽しみだよ。そうプリン出るかなって思ってるだよそうクシャプリンって好きだから、そうプリンってねすごいんだよ。なんかプリンっていっぱい種類があってね、ケーキみたいなの、そうなんかプリンってケーキみたいなんだよ。ね、そうプリンチョコとかいちごとか抹茶とかねいっぱいあるんだよ。そうケーキもねいっぱいあるじゃん。そうケーキもいっぱいあるんだけど、スプレーもねいっぱいあるの。そうでプリンね、クシャンねプリン大好きなんだけど、プリンでもクシャンの普通のプリンが好きで、そう普通のプリンでもあのなんて言うんだろう、プルプルプルなんやけど、プルプルあんましないプリンが好きなのよかな好きで、そうクシャンねフォークとかで食べれるプリンが好きなんだよ。そうなんけにして曰く硬いプリンでのかな、硬いプリン、そう硬いプリン好きで、そうクシャンなんけ卵がねいっぱい入ってるプリンが好きなの。ゼラチンプリンじゃなくて、そう卵プリンが好き。そうだからお誕生日に卵プリン出ないかなってそうちょっと思ってるだよ。そうでねクシャンです。プリンいっぱい喋りそうになっちゃった。プリンのことでいっぱい喋りそうになっちゃった。もう20分経ってるのにプリンでいっぱい喋りそうになっちゃった。イタリアのプリン、しょうがないクシャンねクシャンねサイゼリアのプリン大好きで、そうそうイタリアのプリン、そうクシャンありがとう思い出したそうクシャンねサイゼリアのねイタリアンプリン大好きで、そうあとねセブンイレブンもイタリアンプリンあるだよ。そうそれもねすごく美味しいんだよ。そうクシャンそうすごいねプリンがね大好きで、そうもうねサイゼリアのイタリアンプリンはもうクシャン何個食べれちゃうんだろうってぐらい好きでそうクシャンね
プリン行くとね、必ずね、2個ね、ヌシちゃんにね、お願いするんだよ。そう、ヌシちゃんがさ、サラダ食べてる横で、作詞プリン食べてるんだけど、そう、そのプリンがね、卵いっぱいでね、美味しいの。そう、プチンプリンみたいな、こう、プルプルプルみたいな感じじゃなくて、そう、ちょっと、どし、どし、どしみたいな感じなんだけど、そう、そう、すごく美味しいんだよ。あ、そう、クッションプリン大好きなの。ひひ。そう。だからそう、ちょっとね、お誕生日にね、プリン出ないかなってちょっと思ってるんだよ。そう、そう、お誕生日だからね、そう、でも、おちプリンはちょっと難しいか、作るの。ね、卵プリンって作るの大変だってくしゃん聞いたから、そう、ちょっと大きいのはそう難しいか。そう、そう美味しいんだよ。そう、もう。いっぱい話しそうになっちゃった。そう、くしゃね、甘いものの中でね、プリン一番好きなの。そう、プリンはね、硬いプリンが一番だよ。そう。あ、ご本読む時間がないになっちゃうから、そろそろ読むだよ。今日ね、2本持ってきたからね。そう、この前みたいにすぐ終わっちゃうことはないだよ。そう、月曜日だしね。なんだっけ、お休み取った、お休みの人はね、こう、まだ起きてるかもしれないんだけど、今日、ネスチャがお仕事だったんだよね。そう、ネスチャがお仕事だったみたいに、ね、他にもお仕事の人とかは、お疲れ様だと思うから、そう、作者のご本読みで、ゆっくり何してくれたらいいなって思うんだよ。今日ね、先にね、あれだ、配信画面に読んでるご本書いた方がいいのかなって、そう、今日思ってたんだけど、そう、すっかり忘れてただよ。そう、でもね、概要欄には書いただよ。多分、確か、この前やったはず。多分。多分。多分やったはず。そう。だから概要欄に今日読む本2冊タイトル書いてあると思うんだけど、そう。1個目は、狼、狼狼狼狼と七七七だね。狼と七七の小ヤギを一冊目に読むだよ。で、次にはね、子供の好きな神様っていうご本を読むだよ。ちょっとね、こっちのご本はね、くしゃんで初めて読むんだけど、そう、すごくね、有名なご本みたいだから、くしゃん楽しみだよ。書いてあった。ありがとう。ご一緒、確認してもらっちゃった。ご一緒ありがとう。狼とあれあれあれ間違えちゃった。あれ間違えちゃったよね、クイシャン。あれだね。クイシャン間違えちゃったね。
ちょ、クシャン、終わった後に直します。ごめんなさい。あ、クシャン、ちょっとおちょこちょいもしかして。あれおかしいな。楽しみありがとう。よし。じゃあ、もうクシャンのおちょこちょいは置いとって読むだよ。あれ、マイクの音大丈夫今日。ちょっと飲んだ後の音が聞こえちゃうぐらいマイクの音をちょっと上げてみたんだけど、そう。一緒にBGM も上げてたからちょっとうるさかったらごめんなさいだよ。うん。よし。よし、じゃあ読むだよ。ね。狼と七匹の子供ヤギ。グリム兄弟。昔、あるところにお母さんのヤギがいました。このお母さんヤギにはかわいい子供ヤギが7匹あって、それを可愛がることは人間のお母さんがその子供を可愛がるのと少しも違ったところはありませんでした。ある日、お母さんヤギは子供たちの食べ物を取りに森まで出かけていくので、7匹の子供ヤギを呼んでこう言い聞かせました。お前たちに言っておくがね、お母さんは森へ行ってくる間、気をつけてよくお留守番してね。決して狼を家に入れてはならないよ。あいつはお前たち残らず丸のまんま、それこそ皮も毛も余さず食べてしまうのだよ。あの悪者は分からせまいとして時々姿を変えてやってくるけれど、なーに声をしゃがれてガーガー声出して足は真っ黒だし、すぐと見分けがつくのだからね。すると子供駅は声を揃えて、お母さん大丈夫、あたいたちよく気をつけてお留守番をしますから、心配しないで行っておいでなさいと言いました。そこでお母さんヤギはめいめいと言って安心して出かけていきました。ちょっとごめんなさい、お茶飲むでよ。ちょっとむせちゃった、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、すごくむせちゃった、ごめんなさい、ごめんなさい。ありがとう、ありがとう。ごめんなさい、ちょっともう一回読み直すね。ちょっとむせちゃったところをちょっと喉のごっくんの歌と一緒にちょっと後でアーカイブから消しとくだよ。ごめん、ごめんね、ちょっとよいしょ。ミュート飛ぶからダメだよ、ダメだよ。のちさみさんみたいに優しくして優しい、大事だよ。もうクシャンミュートしちゃうからね。よし、初めから読むだよ。よいしょ。
僕はそのまましないだよ。よし。狼と七匹の子供のヤギ。グリム兄弟。昔、あるところにお母さんのヤギがいました。このお母さんヤギには可愛い子供ヤギが7匹おって、それを可愛がることは人間のお母さんがその子供を可愛がるのと少しも違ったところはありませんでした。ある日、お母さんヤギは子供の食べ物を取りに森まで出かけていくので、7匹の子供ヤギを呼んでこう言い聞かせました。お前たちに言っておくがね、母さんが森へ行ってくる間、気をつけてよーくお留守番してね。決して狼を家へ入れてはならないよ。あいつはお前たち残らず丸のまんま、それこそ皮も毛も余さず食べてしまうのだよ。あの悪者は分からせまいとして時々姿を変えてやってくるけれど、なあに声はしゃがれてガーガー声だし、足は真っ暗だし、すぐと見分けはつくのだからね。すると子供ヤギは声を揃えて、母さん大丈夫、あたいたちよーく気をつけてお留守番をしますから、心配しないで行っておいでなさいと言いました。そこでお母さんヤギはめーめーと言って安心して出かけてきました。やがて間もなく誰か表の戸をトントン叩くものがありました。そして、さあ子供たち開けておくれ、お母さんだよ、めいめい、いいお土産を持ってきたのだよと呼びました。でも子供ヤギはそれがしゃがれたガーガー声なのですぐ狼だということが分かりました。そこで、開けてやらない？お母さんじゃないから。お母さんは綺麗ないい声をしてるけれど、お前はしゃがれ声のガーガー声だもの。お前は狼だいと叫びました。そこで狼は荒物屋の店へ出かけて白い白箱を1本買ってきて、それを食べて声をよくしました。それからまた戻ってきて戸を叩いて大きな声で、さあ子供たち開けておくれ、お母さんだよ、みんなにいいものを持ってきたのだよと怒鳴りました。でも狼は真っ黒な前足を窓のところにかけていたので、子ヤギたちはそれを見つけて、開けてはやらない、うちのお母さんはお前のような真っ黒な足をしていない、お前は狼だいと叫びました。そこで狼はパン屋の店へ出かけて、けつまずいて足を痛めたから練り粉をなすっておくれと言いました。で、パン屋が狼の前足に練った粉をなすってやりますと、今度は粉屋へ駆けつけていって、おい、前足に白い粉を振りかけてくれと言いました。狼のやつ、また誰かを騙すつもりだな。そう粉屋は思ってぐずぐずしていました。
すると狼はすぐしないと食っちまうぞと怒鳴りました。そこで粉物屋は怖くなって狼の前足を白くしてやりました。まあこういうところが人間のダメなところですね。さて悪者は3度目にヤギのお家の戸口に立ってトントン戸を叩いてこう言いました。さあ子供たちや、開けておくれ。お母さんが帰ってきたのだよ。お前たちめいめいに森でいいものを見つけてきたのだよ。子ヤギたちは声を揃えて、先に足をお見せ。うちの母さんかどうか見てやるから。そう言われて狼は前足を窓に乗せました。子供ヤギがそれを見ますと白かったので、狼の言うことをすっかり本当にして戸を開けました。ところが入ってきたのは誰だろう。狼だったのではありませんか。みんなわーと驚いて震え上がって天然隠れ場所を探して隠れようとしました。一人は机の下に飛び込みました。次は寝床に飛び込みました。3番目は炉の中に隠れました。4番目は台所へ逃げました。5番目は棚に上がりました。6番目は洗面台の下に潜りました。7番目は柱時計の箱の中にかくれんぼしました。ところが狼はそばから見つけ出して造作なく一人一人片足を捕まえてただ一口にあんぐりやってしまいました。ただ大時計の箱の中に隠れた一番小さな子だけは見つからずに済みました。さてたらく食べた大きなお腹になると狼は表へ逃げ出して木の階になって仰向けに寝そべってしまいました。それから間もなくお母さんヤギは森から帰ってきました。ところでまあお母さんヤギはその時何を見たのでしょう。表の戸がいっぱいに開き広げてありました。テーブルも椅子も腰掛けも放り出されていました。洗面台は粉々に壊れていました。よぎも枕も洗台から転げ落ちていました。お母さんヤギは子供たちを探しましたが一人も見つかりません。一人一人名前を読んでも誰も返事をするものがありません。しまいには一番下の子の名前をまで来て初めて細い声で母さん、あたい時計のお箱に隠れてるよというのが聞こえました。お母さんヤギはその子を引っ張り出してやりました。そこでこの子の口から初めて狼が来て他の子供たちをみんな食べてしまったことが分かりました。その時お母さんヤギはかわいそうな子ヤギたちのことをどんなに泣いて悲しんだか皆さん察してみてください。やっとのことでお母さんヤギは泣くのをやめて末っ子ヤギと一緒に外へ出ました。原っぱまで来ると狼はやはり木の陰に
長々と寝そべって、それこそ木の枝も葉もブルブル震え動くほど高いいびきを立てていました。ところでお母さんヤギが狼の様子を遠くからよく見ますと、その膨れ上がったお腹の中で何かもそもそと動いてるのがわかりました。まあありがたい。狼のやつ、うちの子供たちを夕飯にして丸飲みで飲み込んだままだから、みんなきっと生きてるのだよ。こう思ってお母さんヤギは早速家へ書き込んでいって、ハサミと針と糸を取ってきました。それからお母さんヤギはこの化け物のどてっぱらをチョキンとハサミで切りました。するとそこには一匹の子供ヤギがぴょこんと頭を出しました。お母さんは喜んでまたジョキジョキとハサミを切っていきます。すると一人出て二人出して、とうとう6匹の子供ヤギのが残らず飛び出しました。みんな無事で誰一人気は一つしたものはありません。何しろこの大化け物はむやみにガツガツと、ただもうグッググッグそのまま喉の奥へ放り込んでしまったからです。まあ嬉しいこと、子供たちはお母さん駅にしっかり抱きつきました。それからお嫁さんをもらう式の日の仕立て屋さんのようにぴょんぴょん跳ね回りました。でもお母さんヤギは子供たちを止めて、さあそこらでみんな行ってゴロゴロした石を拾っておいで。このバチ当たりな怪物が寝ているうちにお腹に詰めてやるのだからと言いました。そこで子供たちは我先に駆け出していって、公園やら森やら転げた石を集めて引きずってきました。そうしてそれをお腹の中に詰めだけ詰め込みました。するとお母さんヤギが後からちょっとたわしこく元のように縫い付けてしまいました。それがいかにも早かったので狼がまるで気づかないし、ごそりとしないままに済んでしまいました。狼はやっとのこと寝たいだけ寝て立ち上がりました。何しろ胃袋の中は石がいっぱいで喉がカラカラに乾いてたまらないので、吹き井戸のところへ行って水を飲もうとしました。ところが体を動かしかけますと、お腹の中でゴロリとした石がぶつかり合ってガラガラゴロゴロ言いました。ガラガラゴロゴロ、何が鳴る？そりゃあどこで鳴る？腹で鳴る。6匹の子ヤギの鳴く声か。こりゃそうじゃない、ゴロリとした石だ。狼はこう歌いました。さて、やっとこすっとこ吹き井戸のところまで来て水の上にかがもうとすると、お腹の石の重さに惹かれて狼はのめり込みました。そしていやおうなしに泣き泣き狼は水の中に落ち込みました。遠くで見ていた7匹の子ヤギはみんな駆け寄ってきて、狼死んだよ、狼死んだよと叫びながら、お母さんヤギと手をつなぎながら大喜びで井戸の周りを踊り回りました。
3。終わり。ちょっとこのクシャンが持ってきた翻訳ところどころクシャンが知ってる言葉となんか違くてちょっと困っちゃったね。ちょっともう一個の翻訳もう一回ちょっとリベンジしたいなこれ。ちょっととても読んでる最中に知ってる言葉じゃないと思って困っちゃったのよ。よし、じゃあ次行くだよ。子供たち生きててよかったね。ね。そう、みんな無事だったんだよ。そう、怪我もなかったって。よかったよかった。じゃあ2個目読むね。子供の好きな神様。子供の好きな小さい神様がありました。いつも森の中で歌を歌ったり笛を吹いていたりして小鳥や獣と遊んでいましたが、時々人の住んでる村へ出てきて小さな子供たちと遊ぶのでした。けれどこの神様は一度も姿を見せたことがないので、子供たちにはちっともわかりませんでした。雪がどっさり降った次の日の朝、子供たちは真っ白な野原で遊んでいました。すると一人の子供が雪の上に顔を写そうよと言いました。そこで13人の子供たちは腰をかがめて丸い顔を真っ白な雪に押し当てました。そうすると子供たちの丸い顔は一列に並んで雪の上に映ったのでした。1、2、3、4と一人の子供が顔の跡を数えてみました。どうしたことでしょう。14ありました。子供は13人しかいないのに顔の跡が14あるわけがありません。きっといつもの見えない神様が子供たちのそばに来ているのです。そして神様も子供たちと一緒に顔を雪の上に移したのに違いがありません。いたずら好きの子供たちは顔を見合わせながら目と目で神様を捕まえようよと相談しました。兵隊ごっこしようよ。そうして一番強い子が大将になり、あとの12人が兵隊になって一列に並びました。気をつけマンゴーと大将が号令をかけました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12と12人の兵隊が番号を言ってしまいました。その時誰の姿も見えないのに12番目の子供の次で13といったものがありました。玉を転がすような良い声でした。
その声を聞くと子供たちは、それ、そこだ、神様を捕まえろと言って12番目の子供の横を取り巻きました。神様は面食らいました。いたずらな子供のことだから捕まったらどんな目に遭うかもしれません。一人のせったかのっぽの子供の股下をくぐって神様は森へ逃げ帰りました。けれどあまり慌てていたので靴の片方を落としてきてしまいました。子供たちは雪の上からまだ暖かい小さな赤い靴を拾いました。神様はこんな小さい靴を履いてたんだねと言ってみんなで笑いました。そのことがあってから神様はもうめったに森から出てこなくなりました。それでもやはり子供が好きなものだから子供たちが森へ遊びに行くと森の奥から「おーいおーい」と呼びかけたりします。おしまい。ちょっと今日読むスピード速かったから大丈夫かな。あ、子供の好きな神様ちょっと結構好きだったね。よし、このまま聞いてくれてるみんなねんねしてると思うからこのまますっと配信を閉じるだよ。そう、ちょっとこの後アーカイブ一回非公開にして消したりしてからも買い出しだよ。そう、あとね、そう、神様がね、そう、逃げ回ってたね。可愛かったね。そう、クシャンこのお話好きだよ。そう、あとね、クシャン、次、金曜日にまた配信するだよ。うん。でね、なるべく毎週月曜日は、固定で配信したいと思ってるだよ。ちょっと、週2回のうちのもう片方はちょっとどこになるかわからないんだけど、そう、毎週月曜日の11時から配信するだよ。そう、みんなねんねするとこを見てからクシャもねんねするだよ。よいしょ。だから次は金曜日でその次の次が月曜日だよ。だからまたちょっとワクワクとっとくだよ。よし、さああれだ、お時間も12時前だし、そう、みんなおねんねしてると思ってクシャもねんねしてくれだよ。で、あれだ、アーカイブ話した、毎週月曜日にすること話したで大丈夫かな。じゃあ今日も聞いてくれてありがとうね。みんなもあったかいお布団に入ってぬくぬくとねねしてね。じゃあまた次は月曜日だよ。じゃあみんなおやすみなさーい。